皆さん、こんにちは。ナレーション、解説のきりたんと、あかねちゃんやで。今回は、以前購入したミニ PC を使って、ちょっとしたストレージサーバーを構築してみようと思います。購入して間もないのに、もう普通の使い方されへんくなるんやな。まあ、元々の目的が、これのために購入したみたいなものですからね。さて、先ほどから画像にもある通り、サーバーの運用の仕方は、このような形で運用しようかと思っております。ハードディスクの取り付け、取り外しのしやすいハードディスクケースの上に、ミニ PC を載せた運用となります。この運用ですと、ハードディスクの増改築や原付きも容易にできますし、メンテナンスも非常にしやすくなります。ナスでええやんって思うかもしれへんけど、そう思う人には、この動画はおすすめじゃないで。用途によりますが、NAS は、本体が壊れた時がめんどくさいのと、例が構築している場合、ハードディスク復旧の時にデータを両方消すということがありますからね。おっと、話がNASへ逸れてしまいました。今回構築するファイルサーバーは、Linux の Ubuntu を使って構築します。少々設定が難しかったり手間だったりしますが、少しでも Linux へ興味を持ってくれる人が増えてくれると嬉しいです。動画タイトルに、上級者向けとか書いてるけど、マスターも何気に初心者やから、その辺は安心して見ていってほしいで。それでは、早速始めていきましょう。構築していく前に、まずは、機材の選び方のポイントを軽く紹介しようと思います。まずは、ミニ PC 本体の選び方。ファイルサーバー用途で使う場合は、スペックはあまり必要としません。ですので、高性能なものを購入する必要は全くないと言っていいでしょう。代わりに、24時間365日稼働するものですので、消費電力が限りなく小さいものを選ぶと、経済的です。現在ですと、セレロンの N4000 番台を搭載している PC が、今回の用途ですと、ぴったりな気がします。あと、USB 3.0 ポートが2つ以上ついてると、ハードディスクの増築がしやすいですよ。ハードディスクケースを選ぶポイントやけど、これは、レイド機能が搭載されていないものがおすすめやで。レイド機能があるものは、PC から見たときに、スマート情報など、ハードディスクを個別に制御することができないことがあるからやで。あと、ハードディスク搭載台数は、5台までのものを選んどく方がええで。たまに、10台まで搭載可能とかいう、ふざけたものもあるみたいやけど、10台も搭載したら重くて持てなくなるから、5台ぐらいまでのものをおすすめするで。ハードディスクの選び方なのですが、まず、回転数は5400回転のものをおすすめします。5400回転ですと、発熱量はそこまでありませんので、熱による故障を最小限に抑えることができます。次に、ハードディスクのメーカーですが、これは、皆さんのお好きなメーカーで選んでいただいて大丈夫です。あと、ネットでよく議論されているハードディスクの記録方式 SMR、CMR ですが、こちらもどちらを選んでいただいて大丈夫です。SMR 方式の方が安くて大容量で、ハードディスク本体の重量も軽いですので、我が家では SMR 方式のものを採用しています。ざっくりとした説明ばかりでしたが、以上がファイルサーバーを運用するにあたってのポイントでした。それじゃあ、Ubuntu を使ってファイルサーバーを構築していくで。それでは、まずは OS の準備から始めていきます。まずはじめに、わかりやすいように、デスクトップに Ubuntu というフォルダを作っておきます。次に、インターネットブラウザを使って Ubuntu を検索します。一番上に出てくるこれをクリックし、サイトにアクセスします。サイトにアクセスしましたら、Ubuntu のダウンロードというボタンがありますので、これをクリックします。クリックしましたら、お次は、2つ目の日本語リミックスイメージのダウンロードをクリックします。あとは、最新である 20.04.1LTS の ISO ファイルをダウンロードすれば、OS のイメージファイルの準備は終わりです。
お次は、USB メモリからブートできるツールをダウンロードするで。検索ボックスにルーファスと入力して検索するで。一番上に出てるこれをクリックしてサイトにアクセスするで。サイトにアクセスしたら少し下にスクロールしてダウンロードからポータブルを選んでツールをダウンロードするで。これで必要なものはすべて揃いましたので、お次は Ubuntu の入った USB メモリを作っていきます。まずはルーファスを起動させます。起動させましたら USB メモリを PC と接続します。USB メモリを認識しましたら、あとは Ubuntu のイメージファイルをルーファスのウィンドウにドラッグ&ドロップし、スタートボタンを押します。スタートボタンを押すと、いろいろ聞かれますが、すべて OK ボタンを押して大丈夫です。状態のところが準備完了となれば、書き込みが終了となります。USB メモリを取り外して、ミニ PC へ Ubuntu をインストールしていきましょう。さっき作った USB メモリをミニ PC に接続するで。接続し終わったら、ミニ PC の BIOS 画面に入って、USB メモリから起動するで。起動すると、こんな画面になるから、数秒経ったら自動的にインストール画面に切り替わるから、少し待っとくで。数秒待つと、こんな画面になるから、さらに待っとくで。こんな画面に切り替わったら、Ubuntu をインストールボタンを押して、インストールしていくで。キーボードレイアウトに変更がなければ、そのまま続けるボタンを押して、次に進むで。今回はファイルサーバーとして使いたいから、Wi-Fi 設定はせずにそのまま進むで。ファイルサーバーとして運用するから、必要のないアプリはいらないから、最小インストールにチェックを入れるで。あと、サードパーティー製ソフトウェアをインストールするにも、一応チェックを入れて、続けるボタンを押すで。Windows はもう必要ないから、ディスクを消して Ubuntu をインストールにチェックを入れて、インストールを押すで。なんかいろいろ聞かれるけど、続けるで大丈夫やで。バックグラウンドでインストールが始まっている間に、初期設定をしていくで。指示に従って、必要事項を入力していくで。マスターの独自ルールやねんけど、最初の2文字を識別詞として、その後ろに用途を書くというルールにしてるで。今回の場合やと、最初にサーバーを意味する SV と書いて、その後ろにファイルサーバーであることを指すためにファイルと書くで。ユーザー名は考えるのめんどくさいから、ホスト名と一対にするというガバガバ対応でいくで。パスワードの入力は、設定変更などで絶対に必要となるから、必ずパスワードは入力しといてほしいで。すべての入力が終わったら、あとはインストールが終わるのを待つだけや。インストールが終わったら、今すぐ再起動するボタンを押すで。しばらくすると、こんな画面が出るから、この画面になったら、USB メモリを PC 本体から取り外して、エンターキーを押すで。これで、Ubuntu のインストール作業は終わりや。お次は、ファイルサーバーになるための設定をしていきましょう。まずは、よく使うアプリを、左のお気に入りバーに追加したいと思います。画面の左下にありますアイコンをクリックし、アプリ一覧を表示させます。お気に入りに追加したいアプリアイコンの上で右クリックし、お気に入りに追加をクリックします。これで、お気に入りバーにアプリが追加されます。ここでは、よく使うであろう端末とディスクをお気に入り追加しておきます。それでは、まずはじめに端末を開いて、パッケージをすべて最新のものに更新したいと思います。端末に、スーパーユーザード、アドバンスドパッケージングツール、スーパーユーザード、アドバンスドパッケージングツール、フルアップグレード、フィクス Y と入力しエンターキーを押します。
これで、パッケージがすべて最新のものにアップグレードされます。コマンド入力時にスペルミスをしていたらしく、アップグレード時にエラーが出てしまいました。キーボードの上矢印キーで、前に入力したコマンドが出ますので、これを修正してもう一度実行させます。ここで、コマンドについて、ちょっとだけ解説したいと思います。先ほどから当たり前のように使っている、sudo コマンドから解説を。マスターは、スーパーユーザードと読んでいましたが、実はこれは厳密に言うと違うくて、別のユーザーでコマンドを実行するというコマンドのようです。そして、そのユーザーの指定がなければ、ルートで実行するという意味になるようです。ただ、今まで一度もそんな使い方をしたことがないので、何か設定を変更するときは、必ずストーさんをつけると覚えておきましょう。次に、apt コマンドですが、これは、パッケージを追加したり削除したりするなど、パッケージ全体を管理するコマンドになります。パッケージをインストールしたりアップデートしたりするときに必要なので、これも覚えておきましょう。パッケージの更新が終わりましたら、スーパーユーザード、リブートと入力し、一度再起動させます。再起動から戻ってくると、お次は言語パッケージの更新があるようですので、こちらを更新します。ここからは、ファイルサーバーに必要なパッケージをインストールしていきます。端末に、スーパーユーザード、アドバンスドパッケージングツール、インストール、サンバと入力し、サンバをインストールします。このサンバは、Windows と Linux 上で、ネットワークを通じてファイル共有するためのものになります。深く説明するとすごくややこしいですので、今回は、ファイル共有するもの程度の知識で OK です。次に、Windows 上から SSH 接続したいですので、SSH をインストールしていきます。端末に、スーパーユーザード、アドバンスドパッケージングツール、インストール、SSH と入力し、SSH のパッケージをインストールします。この SSH というのは、Windows のコマンドプロンプトから接続することが可能で、接続すると、今の画面にある端末と同じ操作が Windows 上でできるものとなります。最後に、こちらはインストールしてもしなくてもどちらでも構いません。マスターが日頃使っているエディターのインストールとなります。マスターと環境を同じにしたい人がいましたら、こちらを導入してください。インストールは、スーパーユーザード、スナップ、インストール、マイクロ、クラシックと入力し、マイクロというエディターをインストールします。インストールが終わりましたら、端末にマイクロと入力し、ちゃんとインストールされてるか確認してください。エディタを閉じるときは、コントロールキーと Q キーを押せば、エディタを閉じることができます。ということで、必要なパッケージのインストールは、これで以上となります。お次は、設定をしていくで。端末に、スーパーユーザード、ネットワークマネージャーテキストユーザーインターフェースと入力し、IP アドレスを設定、固定するで。あとは見ればわかると思うけど、接続の編集を選択して、IP アドレスなど、必要項目を入力していくで。難しいことは特になく、こんな風に十字キーで選んで入力していくだけやで。お次は、ハードディスクを PC に接続するで。動画冒頭のやつはすでに設定済みやから、今回は、こんな環境で説明するで。ディスク設定を開いて、ハードディスクの電源を投入するで。ハードディスクを認識したら、まずは、ディスクの初期化をしていくで。初期化をしたいハードディスクを選択して、ウィンドウの右上にある詳細ボタンを押して、メニューの中から、ディスクを初期化を選択し、初期化をするで。初期化が終わったら、次はパーティション設定をしていくで。プラスボタンを押して、パーティション領域を設定し、次を押すで。そして、ext4 にチェックを入れ、ボリューム名を入れるで。最後に、作成ボタンを押せば、ハードディスクが使えるようになるで。次に、
マウントオプション設定をしていくで。歯車ボタンを押して、メニューからマウントオプションを編集をクリックするで。デフォルトのトグルボタンをオフにして、設定を細かくできるようにするで。次に、システム起動時にマウントするにチェックを入れるで。ここにチェックを入れることで、PC を再起動しても、自動的にハードディスクをマウントしてくれるようになるで。次に、識別名の項目をラベルに変更するで。こうすることで、マウントポイント名を入力するときに、ボリュームラベル名で入力することになるから、わかりやすくなるで。以上で、設定は終わりやから、OK ボタンを押すで。パスワードを求められるから、パスワードを入力し、認証を押して設定完了や。あとは、再生ボタンみたいなのを押して、ハードディスクをマウントするで。これで、1台目のハードディスクの設定は終わりや。2台目のバックアップ用のハードディスクも、同じ手順で設定するで。お次は、マウントしたハードディスクの操作、設定をしていきます。まずは、作業ディレクトリをマウントしたハードディスクに移動します。端末に、チェンジディレクトリ、マウント、HDD1 と入力し、ディレクトリを移動します。これで作業ディレクトリを移動できました。次に、今後の作業の解説がわかりやすいように、ここに、テストというフォルダを作ってみましょう。端末に、スーパーユーザード、メイクディレクトリ、テスト、と入力します。これで、HDD1 の直下に、テストというフォルダができました。できたフォルダをよく見てみると、鍵のようなアイコンがついているのがわかるかと思います。これは、パーミッション、すなわち、読み込みや書き込みに制限がかかっている状態になっています。このままですと問題がありますので、パーミッション設定を変更したいと思います。まずは、端末に、チェンジディレクトリ、ピリオド2つを入力し、1つ上の階層に戻ります。ここで、パーミッション設定がどうなってるか見てみましょう。端末に、リスト、引数 L と入力します。ここが、パーミッションの状態を表します。点線になっている部分は、何も設定が許可されていないことを表しますので、フルアクセスに設定を変更していきます。端末に、スーパーユーザード、チェンジモード、777、引数ラージ R、マウント、HDD1 と入力します。これでフルアクセスになりました。ちなみに、引数にラージ R をつけることで、サブディレクトリも含めてパーミッションを変更することができます。ついでに、バックアップ側のハードディスクもフルアクセスにしておきましょう。では、もう一度リストコマンドを叩いて、パーミッション設定が変わったか確認してみましょう。点線だった部分に RWX の文字が入っていますね。これで、パーミッションの変更ができました。お次は、サンバの設定をしていきます。端末に、スーパーユーザード、マイクロ、ETC、サンバ、smb.conf と入力します。すると、サンバの設定ファイルが開きますので、これを編集していきます。設定内容は、一番下の行に書いても大丈夫なようですので、わかりやすいように一番下に書いていきます。まずは、人間が見てわかりやすいように、少しだけ装飾をしていきます。22行目あたりに、装飾しやすそうな区切りがありますので、今回はこれを拝借します。ちなみに、先頭にシャープ記号を入れることで、コメントアウト扱いになりますので、これを利用して自分ルールで装飾することも可能です。装飾が終わりましたので、それでは設定を書き込んでいきましょう。まずは、共有名の設定から。と言っても、難しいことは何もなく、共有したい名前をカッコでくくるだけです。今回は適当に、with のファイルとでもしておきましょう。次に、コメントイコールと書いて、この共有はどんな用途か記入しておきます。コメントの内容は自分でわかれば何でも構いません。次に、パスイコール
と書いて、共有したいハードディスク、パスを指定します。今回は、HDD1 を共有したいので、パスイコール、マウント、HDD1 と入力します。これで、HDD1 の中身がすべて共有されます。次に、ブラウザブルイコール、Yes と書いて、Windows のエクスプローラーから参照できるようにします。ちなみに、No と書いても、Windows 側からフルパス入力すると接続はできます。場所を知っている人はアクセスしてもいいよという運用をする場合などは No にしてもいいかもしれませんね。次に Read Only イコール No と入力します。ここが Yes だった場合、アクセスだけ可能でデータの書き込みや変更などできなくなります。次は Create Mode イコール777と入力します。これはファイルの生成時やアクセスした時のパーミッション設定です。とりあえず Windows 上からファイルの変更や削除など全ての操作をしたいのでフルアクセスに設定しておきます。その流れでディレクトリーモードイコール777と入力します。こちらも Windows 上からフォルダの追加や削除などの操作を自由にしたいのでフルアクセスにしておきます。とりあえず一通りの作業が終了したところでこのコマンドを一旦コピペしてどういう命令なのかメモを取っておきます。一度設定してしまうとしばらく見なくなるので次見た時に覚えてないんですよね。これでサンバの設定は一通り終了となります。コントロールキープラス S キーを押して保存をしてコントロールキープラス Q キーを押してエディターを閉じます。そしてスーパーユーザールシステムコントロールリスタート SMBD、MMBD と入力し、サンバ関連のデーモンサービスを再起動させます。この作業が終了しましたら、一度 Windows からこのサーバーへアクセスして、ちゃんと動いているか確認します。まずはエクスプローラーを開いて、サーバーにアクセスするで。アドレスバーのところに、円マーク2個、SV- ファイルと入力して、サーバーに接続するで。あとは、さっき作ったサンバの共有名が見えてるから、これをダブルクリックして、アクセスできるか確認するで。なんかアクセスできひんな。なんかミスってそうやから、設定確認してみるで。ついでやから、Windows から SSH での接続方法を説明するわ。まずは、コマンドプロンプトを起動するで。起動したら、SSH、サーバーのユーザー名、@IP アドレスもしくはホスト名を入力するで。初回起動時はこんなん聞かれるから、Yes と入力しエンターキーを押すで。あとは、サーバーで入力したパスワードを入力してエンターキーを押すだけで、サーバーに接続できるで。接続したら、Ubuntu の端末と同じコマンドが打てるようになってるで。原因を調べてみたところ、サンバの設定で、ゲストユーザーでの許可がなかったのが原因やったみたいやわ。こんな風に、ゲスト OK イコール Yes、ゲスト Only イコール Yes と書いて、誰でもアクセスできるようにしとくで。もう一度、エクスプローラーからアクセスして、フォルダの作成やファイルの作成などできれば、無事に設定完了や。最後は、バックアップ方法について説明します。rsync というパッケージを使ってバックアップします。rsync は、差分バックアップを使うことができる、高性能バックアップ同期ツールです。基本的な使い方もすごく簡単で、スーパーユーザール、rsync、引数 AV、コピー元指定、コピー先指定と入れるだけで、簡単にバックアップを取ることが可能です。ちなみに、引数オプションの AV ですが、これは、今、どこをコピー中なのかを表示出力してくれるコマンドになります。実際に実行してみると、バックアップ側のハードディスクに、ちゃんとコピーされたのがわかります。ただこのままですと、毎回、手動でコマンドを叩かないといけないですので、スケジューラーに、このコマンドを登録し、
自動で実行されるように設定しましょう。端末に、スーパーユーザード、マイクロ、ETC、クローンタブと入力します。このファイルが、スケジュールを登録するファイルとなります。Ubuntu 20.04 から、このファイルのテンプレに、丁寧に意味を記載されていますので、それを見ながらコマンドを記載していきます。まずは、一から書くのは面倒なので、適当な行をコピペします。次に、コマンドが実行される時間を指定します。ここは、誰も使っていなさそうな時間を書くと良いでしょう。次に、コマンド記載のところに、先ほどの rsync のコマンドを記載します。ここでは、sudo のコマンドは必要ありません。ちなみに、delete オプションを記載することで、コピー元でデータを削除すると、コピー先のデータも削除されるようになります。コマンドの記載が終わりましたら、セーブして、このファイルを閉じます。以上で、簡単なファイルサーバーの完成となります。今回の動画はめっちゃ長かったな。せやけど、ある程度、PC の知識があれば、初心者でもチャレンジできる内容になったんとちゃうやろうか。動画やと難しく感じたかもしれへんけど、Linux にちょっとでも興味を持ってくれた人がいれば、嬉しいで。ということで、今回の動画は以上となります。もしよろしければ、チャンネル登録、コメントを残していってくれるとマスターが喜ぶで。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。